こんにちは、ハルトです。ナインナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。このにより合いをつけてうまいことやる習慣だ。長年にわたる臨床経験を持つ精神科医、中村虎志生が複雑でストレスフルな現代社会の中で心理科に生きるための事件的なヒントをまとめた一冊です。本書は誰もが感じる不安や葛藤に対してどのように自分なりの折り合いを見つけ、無理せず自然体で日常を過ごせるかに焦点を当てています。著者自身が老母精神科医として90年以上の人生を経てたどり着いた人生観や考え方、そして非の習慣に落とし込まれたシンプルな心の整え方が読者に寄り添う方で語られています。難しさを感じた時、人間関係や仕事で悩んだ時、心がすり減ってしまうような瞬間がある時、そのすべての人へ向けてもっと蚊の力を抜きながら自分らしく生きるためのコツが満載です。多忙な現代人にとって実践に取り入れやすく、気象光の高いヒントが散りばめられています。初めからの終わりまで和仲く静かな口調で読者の心に寄り添う内容となっており、心のバランスを見直したい、楽に生きる図を学びたい方には特におすすめの一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、心の寄り合いのつけ方。本書の中心的なテーマの一つは、心の寄り合いのつけ方です。生きていれば必ず直面する不安や葛藤、迷いや悩み、これらすべてを完全に解消することは現実的ではありません。しかし、中村陽子知性は問題に完璧な解決を求めるのではなく、程よく受け止め、誠一よく流すことで心のバランスを保つことの大切さを説きます。例えば、周囲の期待に迎えられない時や、自分に自信が持てない時、失敗を苦に並んでしまう時、そんな時こそ視野の力を抜く、ダメな自分を無理に変えようとしないことの重要性をこだっています。人生には山あり谷あり、時にはうまくいかない時期もある。それを無理に不そうとせず、受け入れて付き合いながら進んでいく習慣こそが、うまいことやる記憶です。このテーマには、自己修養や自己肯定感を大切に育てるヒントも含まれており、コントロールできない問題に対して苦しみすぎてしまう人にとって救いとなる考え方が提案されています。心身ともに追い詰められた時、その力を緩めるための具体的なアドバイスも数多く紹介されています。次に、他者との比較をやめる習慣。現代人が限りがちなストレスの大きな要因の一つが、他者と自分を比べてしまうことです。本書では SNS の普及などで他人の成功や幸せがより身近に感じられる今こそ、他者との比較をやめることの重要性を説いています。人はそれぞれ異なるバックグラウンドや立場、価値観を持っており、単純に比較したところで意味はありません。長村氏は、自分にできることを確実に積み重ねていくこと、目の前の小さな幸せをしっかり感じ取ることが大切だと伝えます。他者の評価や基準を優先するのではなく、自分は自分だなと腹落ちさせて生きることで、蚊の力が抜けて毎日がぐっと生きやすくなると解説しています。また、他人からどう強いられているかを気にしすぎて自己表現がしにくくなる若者時代や、家庭、職場での比較競争に悩む人にとって、このテーマは大きな救いとなるでしょう。劣等感との上手な付き合い方や、読み嫉妬から自由になるための視点も数多く紹介されています。さらに、自分を責めすぎないマインドセット、日本人特有ともいえる真面目さや実務感がすねは、時に自分自身を追い詰めてしまう原因となります。本書では、些細な失敗や人間関係の行き違いで自分を責めすぎてしまう心理への対処法が具体的に解説されています。名村氏は、完璧であることを求めるのではなく、多少のミスや若さを認め許すことこそが本当の強さであると強調します。周囲への配慮や責任感は大切ですが、心身の健康を犠牲にしてまで自分を追い詰める必要はありません。また、内戦を深めすぎるがゆえに自己否定感にがにる傾向にも寄り添い、多少うまくいかなくても大したことではないという
軽やかさを持てる考え方が紹介されています。このようなマインドセットを育むことで、自他ともに優しく、しなやかに日々を過ごす知が身につくでしょう。そして、習慣化による心の調律、心のバランスは、癒着遺跡に伴うものではありません。本書では、日々の小さな習慣がいかに心に安定感をもたらすかを力強く語っています。例えば、規則なしい生活やちょっとした散歩、日記や感謝の言葉を書くことなど、誰でもすぐに始められる心のチューニング行動が数多く提案されています。こうした習慣を続けることで、突発的なトラブルにも動じず、心がしなやかに保てるようになるといいます。また、習慣を無理に続けようとして挫折してしまう前に、やれる時だけできる範囲でという柔軟なスタンスもパめられており、自己管理へのプレッシャーを減らせる知恵が詰まっています。日常のルーティンを工夫して、生活そのものから心のケアができる方法が豊富に解説されているため、多忙な現代人にもぴったりです。最後に、人間関係をうまくやるコツ、私卒、家庭、地域など、どこにいても切り戻せないのが人間関係。本書では、人間関係のストレスを最小限にし、より自然体でうまくやるための心得が詳細に語られています。相手を無理に変えようとしない、自分の正しさを押し付けない、必要以上に帯びないといったバランス感覚が強調されており、人の付き合いにおいてほどほどの距離感がポイントであると説かれています。また、人間関係で疲れた時の心のリセット法や、うまくいかない相手との距離の取り方についても実践的なアドバイスが多数あります。自分を守りながら他人とも調和して生きるための技術が詰まっているため、人間関係に悩むすべての人にとって助けとなる章です。結論として、心に寄り合いをつけてうまいことやる習慣セッションのは、ストレス社会を生き抜く現代人のために心を守りながら自然体で生きるための知恵が詰まった一冊です。日々の仕事や人間関係でプレッシャーを感じている方や、完璧主義で生きづらさを抱えている方、自分に自信が持てない方には特におすすめできます。本書の魅力は、具体的で事件的なアドバイスが豊富で、どんな年代にも寄り添う汎用性の高さにあります。著者中村虎視生の穏やかで温かい語り口に癒されると同時に、ほどほどで良いという安心感を得ることができるでしょう。市場には数多くの自己啓発書がありますが、本書は現場間の体験にリロチされたシンプルで使用的な工夫に満ち、一線を離しています。短期間で大逆転を狙う本ではなく、長く続けられる身体にも心にも優しい考え方が大きな特徴です。本当に心が疲れた時、長く愛読できる人生の伴走術となるでしょう。もし他の自己啓発書と迷っているなら、自分自身を許し気持ちを軽くするための第一歩として本書を選んでみてください。きっと人生観が変わり、今したが少し楽になる実感を得られます。ご資源いただける場合、中村ロコジカポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。